今回のテーマは王手です。王手っていうのはどういうことでしょうか。どういうことかというと、次に王様を取るぞってやる手のことを王手っていうふうに言います。なんかよくアマチュアの人同士でお子さんとかでやってると、今王様取るぞって言ってやったのに王手って言わなかったからダメじゃんって言ったりするんですけど、そんなことはないです。UNO とかとはちょっと違います。王様取るぞっていう手をやっても王手とは言わなくて OK です。さあ、その王手なんですが、この王様によりいい王手をしてみましょう。王手するときにはこの角でこうやって動かしたりこうやって動かしたりすると次取るぞっていう感じになります。なんですけど、こちらに角を出て王手するのとこちらに角出て王手するの、どちらか不正解となります。どっちでしょうか。正解はこっちが不正解です。なぜかっていうと、こうやって王手をして次取るぞってやっても次相手のターンに渡りますよね。ということで角出ても取られちゃいます。ただで取られたら自分の仲間減っちゃいましたね。ということで自分の仲間を減らさないようにしましょう。ここでのいい王手はこちらに角を出る手です。次に相手が何もしなかったら王様取っちゃいますし、相手の王様で角を取り返すっていうこともできません。ということで相手はこれで王様を逃げるっていう感じになります。こういう相手に取られないいい王手っていうのをどんどんやっていきましょう。じゃあ次です。次は自分の王様に王手をされる時っていうのもありますよね。これの種類も3つあるのでご紹介したいと思います。まず相手の駒を動かして王手をされて、この時にどうするか。取ると取り返されて王様取られたら負けでしたよね。なのでこの時の正解は逃げるになります。相手の駒が動けない場所に王様を動かす。こうやって逃げることで次に相手に王様を取られるっていう心配はなくなりました。まず逃げるっていう受けがあります。次、相手が飛車を使って攻めてきたとします。こうやって攻めてきた時どうするのが正解でしょうか。これ逃げるのもありますし、こうやって打つのもあるんですが、ここでご紹介したいのは相手に打たれた時に自分の駒が効いている場合があるんですね。ということで自分の効いている場所に飛車を打たれたり何かを打たれて王手をされたら取って仲間にしちゃう。ただで駒を取れて仲間が増えた上に王手じゃなくなってますよね。これで相手の手番になっても飛車で王様を取るっていうことはできなくなってます。これが2つ目です。じゃあ3つ目、相手が飛車をこの辺り打ったとします。今度は角で飛車取ることできませんね。ということでこちらどうやって逃げればいいかっていうと、こうやって逃げる手もありますし、もう一通りあります。先ほどちらっとやってみたんですけど、合駒をする。合駒をして次に相手のターンに渡った時に王様取られないですよね。ここに邪魔してるので飛び越えることはできません。これで相手がどうするかっていうのをまた悩まなきゃいけないということで、合駒をして王様を取られないように受けるっていうのがあります。合駒をしたり自分の駒で取ったり逃げる、この3種類を駆使して王様を捕まえられないようにどんどん守っていきましょう。自分はただで取られないように王手をする。相手に王手をされた時は合駒、その相手の駒を取る、逃げるで対処していきましょう。王手難しいですが、最後の詰みっていう時に必ず出てきます。非常に重要です。